チョコがいい感じに溶けてるんですよ。餅がいい仕事をしてますよ、ほんと。上品なスイーツですね。さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は今回はこちらです。クレープ風餅2種作りたいと思います。また前回大好評だったこちらですね。砂糖の切り餅1本を使ってクレープ風餅を作りたいと思います。こちらね、手軽なですね個別包装になってますんで、もう食べたい時に1本簡単に使います。そして保存もですね2年保存ができるというめちゃくちゃいい商品ですね。さあ今回ですね、砂糖の切り餅1本とあるものを使います。こちらですね、春巻きの皮を使ってクレープを作りたいと思います。このクレープの生地を焼くのがですね、結構薄く伸ばして焼くのが難しいという方にこの春巻きの皮がめちゃくちゃ便利なので、ちょっとその焼き方も紹介しながら作っていきたいと思います。ババッとババご飯クレープ風餅チョコウエハース。材料はこちら。砂糖の切り餅1本1個、ウエハース1枚、板チョコ 10g、 春巻きの皮1枚、粉糖少々、卵液。材料はこちら。卵1個、牛乳 100cc、 砂糖大さじ1。じゃあまずはお皿ですね。お皿に卵を割ります。でここにお砂糖を入れます。大さじ1ですね。お砂糖大さじ1で、先にですね牛乳この後入れるんですけども、お砂糖と卵を混ぜておくとダマになりづらいです。スイーツを作られる方は結構常識なんですかね。お砂糖と先に卵を混ぜるっていうのはね、僕は知らなかったんで結構目から鱗でした。で牛乳ですね。こちらは 100cc です。豆乳でもいいです。ライスミルクでもいいですね。お餅だからね。ライスミルクって何ですか？ライスミルク知らないですか？お米の普通の炊いたお米でもいいですけど、炊いたお米と水を混ぜたらライスミルクになります。牛乳は入ってないんですか？牛乳は入ってないです。アーモンドミルクもアーモンドを水で、混ぜたものですから。こんな感じで卵液できました。でこちらに春巻きの皮を通して焼いていきます。火加減は中火ぐらいで、もう春巻きの皮自体には火が入ってますんで、春巻きの皮も小麦粉と水かなでできてるんで、クレープとほぼ同じ材料ですね。でバターを引きます。最近1本の CM やってますよね。CM に出たかったな、1本の。どうかな、絶対いらないですね俺。だって全然1本っぽくないです。こちらでバターを温めたら春巻きの皮を1枚取ります。これがですね、すイエんサーというですね番組でやってたんですよ。このクレープの皮、ほぼクレープですよ。ほんと春巻きの皮なんですけど。でこちらをこの卵液に通します。これ映ってるかな、こんな感じにね。卵液に通したら焼きます。この薄さをクレープで出すのがね結構難しいんですよ。でこれをですね中火ぐらいで火を入れていきます。クレープなんでちょっと焼き目つけてもいいですね。で火が通ってるんで卵液だけ固まれば十分です。じゃあひっくり返します。こんな感じに。見てください。ほぼクレープ。香りいい感じです。じゃあこれをですねバットに出しましょうか。ちょっと熱いので気をつけてくださいね。こんな感じにクレープ生地ができました。
でこれちょっと乾燥してしまうので、まあ僕みたいにね喋って作ってると乾燥してしまうんであれですけど、喋らずに作る場合はこの工程なくても大丈夫です。はい、じゃあ乾燥しないようにね。はい、で1本をこの先ほど加熱したフライパンで焼いていきます。これもうねちょうどねめちゃくちゃ火が通りやすいサイズなので1分ぐらい焼けば大丈夫です。この辺にしましょうか。先ほどバターをひいたフライパンでそのまま。前はオーブンでやられてましたか、トースターで？トースターで焼いてもいいです。もう今回はフライパン使ったので、せっかくもうフライパンで簡単にやってしまおうかなという。はい、これちなみにお餅っていうのは、はい、そのスイーツとして合うものなんですか？合います。お餅のねアイスクリームとか最高ですね。1分経ったらひっくり返します。いい感じですね。焼き加減はですね、あまり焦げ目をつけすぎず、こう焼けてきたらちょっと膨らんできます。あと持つとですね、こうしなっとするぐらいなるともう中が柔らかいので、温めるぐらいですかね。だから温めましたら、じゃあこちらにね1本置きます。でそしたら今回は板チョコをちょっと並べましょうか。でここにウエハースを食感、よし、じゃあこれで巻いていきます。クレープですけど巻いた感じはあれみたいにしましょうか。春巻きみたいにね。うわ美味しそう。はい、じゃあちょっとね今回すごくシンプルなので盛り付けをちょっと可愛くしたいと思います。こんな感じかな。粉糖をちょっと振りまして、はい、でこれでスプーンを取ると、あらかわいいはい、こちらでクレープ風餅洋風チョコウエハースの完成です。さあそれではいただきたいと思います。じゃあクレープなんでもう手でいっちゃいます。いただきます。もっちもち。クレープ生地とウエハースとチョコと餅がめちゃくちゃ相性いいです。我ながらいいものを作りましたね、これやっぱ。これもう普通にスイーツです、これ。でこの餅の余熱でチョコがいい感じに溶けてるんですよ。でそれがなんかね、このウエハースとも合うし最高ですね。あとクレープ生地とやっぱ餅が相性いいですわ。なんか今ぐらいの工程だったらお子さんもね確かに子供とホットプレートで餅も焼けますしクレープ生地も焼けるんで作れますね。なんかここにいろいろプラスしても美味しそうですね。生クリームとかいいですね。チョコバナナにしたりとかいちごでもいいし何でも合いますよ。これ無限に考えられますね。さあというわけで洋風作りましたけど美味しいのでちょっと和の方もやってみたいと思います。クレープ風餅粒あんナッツ、材料はこちら。砂糖の切り餅1本1個、春巻きの皮1枚、粒あん 30g、 くるみ 20g、 きな粉少々。さあそれでは2種の和を作りたいと思います。まずまたバターをひきますね。でまた春巻きの皮を、卵液に通します。さあじゃあまた卵液に通した春巻きの皮を焼いていきます。よし、軽く蓋をして水分が飛びすぎないように。蓋をしないとパリッパリになっちゃう。パサついちゃうんでやっぱこうクレープちょっとしっとりしてた方が美味しいと思います。
ほい。あ、いいですね。いい焼き色がつきました。じゃあ焼けましたんで取り出します。よし。お、さっきよりクレープっぽい焦げ色がついて。これクレープの生地だけ最初に作っておいて、はい。で洋風と今の一緒に。やってもいいです。はい。だからクレープの生地だけいっぱい作って重ねておいてもう大丈夫です。その場合は乾燥してしまうのでラップをのせてください。でここでまた、はい、じゃあ1本を焼いていきます。じゃあここでこの袋にもありますね、つけあんこしても美味しいんですけれども、クレープの中にあんこをちょっと入れていきますね。1本の長さぐらいにちょっと、これはもう量はお好みで、いっぱい入れたい人はたくさん入れても大丈夫です。であんこをのっけたらくるみですね。お好みのナッツをちょっと入れるとまた香ばしいので、アーモンドとかでもいいですし、ミックスナッツ、カシューナッツとかでもいいです。あと塩気があるナッツでも意外と合いますんで。餅ってでも非常食にいいですね。2年持つんだったらね、常備しといて、だいたい正月来るし、また正月に食べれるし、餅うどんとかも簡単ですよね、これだったらね。このサイズ感がまたいいですよね。夜食とかいいですね。曲がるぐらいになってきましたんで、じゃあ餅を置いていきます。じゃあ今回はもうセンターに置きましょうかね。じゃあ巻いていきます。よし、じゃあまた盛り付けましょう。可愛くね。今度は和風ですから、じゃあこちらの板にのせまして、今回はじゃあスプーンをちょっと置いて。本田さん、フォークです。あ、フォーク今回はきな粉ですね。このきな粉も大豆なのでめちゃくちゃあんことお餅と相性がいいです。きなこ餅があるぐらいですからね。まあこんなちょっと見栄え関係ないってことは中に入れてくださいじゃあフォークを取って、あらかわいいはい、こちらでクレープ風餅和風粒あんナッツ完成しました。さあそれでは和風クレープ風餅いただきたいと思います。いただきます。うまい。あんこと餅がやっぱ相性抜群ですね。でそこにちょっと香ばしいくるみときな粉、これが加わることでまた上品なスイーツですね。餅がいい仕事してますよ、ほんと。これだから今回はフライパンで焼きましたけど、オーブントースターで2分ぐらい加熱してもいいです。はい、というわけで今回ですね、砂糖の切り餅1本と春巻きの皮を使ってクレープ2種作りました。なんかいろんな食材を用意して手巻きクレープ餅大会もできると思いますんで、ぜひやってみてください。以上、ババッとババご飯でした。よかったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。